ラーバスリトアニアマニアの橋本です。ビルニュスオールドタウン街ブラの後編ですね、続きをご覧いただきたいと思います。で、コメンタリーの方も前回の続きで、私の自己紹介がてら海外に行って、リトアニアのこう輸入業を始めるまでをちょっとお話ししていってるところなんですけど、前回、音楽芸能界から英語勉強のためにトロントに行った。そして、その後イギリスに行くことが決まった。この辺までお話したと思うんですけど、そうですね。で、念願のイギリスに行くわけなんですけど、カナダで1年英語勉強したんで、結構ね、自信ついてたんですよね。でも、イギリスのイミグレーションの時に、仕事は何だとか、イギリスで何するんだとか、住所はどこだとか、なんかいろいろありますよね、質問のあれが。で、その英語がアクセントきつすぎて、もうパードンの嵐だったんですよね。で、って面食らって、イギリスむずってなったのがド頭でしたね。すごい大変な生活になりそうだなって思ったのを覚えてますね。で、イギリスの2年はもう語学学校には行かないし、日本人の友達作らないって決めてたんですよね。そんで、向こう行ってロンドンの、当時ロンドン中調べて一番安いホステル、確か1日6ポンドとかだったと思うんですけどのホステルに半年くらい住むことになるんですよね。で、仕事探しながらそこで暮らしていくんですけど、確か後でわかるんですけど、結構イタリア人も多くて、イタリア人もね、イタリア語で英語できない人とかっていたりするんですよね。でも拙い英語でやっぱり当時イタリアとかもなんか金融的にやばい時期で、イタリアじゃもう仕事がないからイギリス来て、でそのホステルを自分の住所としてなんかこう手紙もらったり、市役所のちゃんとした手続きもホステルの住所でやるみたいな人たちがたくさんいて、で僕も同じ目的があったんで、だからそのホステルの住所をいろいろその郵便の普通ホテルでね、ホステルとかでそういうことってできないと思うんですけど、たまたまそういうところだったんで、僕にも都合が良くて、保険とか銀行の口座作るとかいう時もそこの住所使えたんで、その辺はすごく助かったなっていうふうに思ってますね。ただそこもすごいいろんなことありましたね。何しろいろいろ盗まれましたね。一番でかいのはMacBook のパソコン盗まれて、で本当にキッチンに料理しに行った1時間ぐらいの間に盗まれて、したら監視カメラに盗んでる人の映像が映ってて、で警察とかにも事情聴取させられたんですけど、もうパソコンは返ってこないとだろうということで、その被害届みたいなのだけ出して、で2年後日本帰ってから保険が下りて、お金が一部戻ってくるみたいな感じだったんで、最終的には良かったですけどね。なんかワーキングホリデーってその辺も保険で何百万とかってあったりしますけどね、結構もうクレジットカードの保険でその辺なんとかなるんで、わざわざワーホリ保険みたいなのに入り直さなくてもいいんじゃないかなっていうのが僕の試験ですけどね。結構ワーホリ最初いろいろ調べてた頃はもう保険だの
ホームステイだのなんだかんだ語学学校なので何百万かかりますとかって言って、いやそんなはずないだろうと思ってたんですけど、やっぱりその辺煽られるとね、そのお金用意しないとワーホリしちゃいけないんじゃないかと思っちゃったりするんですけどね、全然そんなことないんでね、なんなら行ってから稼げばいいんで、仕事で英語勉強したりすることできますからね、その辺は全然そういったこうビジネスの謳い文句を鵜呑みにしないというのも大事かなと思いますね。もちろん安全はね、それでお金に換えられてるんだと思うんですけど、お金がないからやらないっていうことじゃないと思うんでね、全然飛び込めるとは思います。で、バイト探しをするわけですよね。で、映画館でね、やっぱ働きたいなって思うようになって、映画館、書類を送って面接とかするんですけど、カナダにいる時もね、応募はしてたんですけど、ただ、全然、なんていうんですか、採用とか面接の話に発展しなかったんで、どうかなと思ってたんですけど、イギリスの時は結構うまくいって、やっぱり、1年ね、トロントで修行したのが実ったんだと思うんですけど、そこで、まず最初一つ目の採用の通知をもらったんですけど、その時に銀行口座を持ってなくて、これから作りますみたいなことを言ったら、口座がないんだったら雇えませんって言って、その場で不採用になるみたいなことがあって、口座をね、作ってから動き出さないといけないっていうのを知って、慌てて口座を作り始めたのを覚えてますけどね。口座作るのもね、誰でも作れるわけじゃないんで、例えば住民票を持ってるかとか、あと仕事がないなら口座を作れないみたいなのがあったりとかして、なのでそういう障壁があって、口座を作るっていうのは結構大変だったですね。で、なんとか、なんかね、その辺もね、結構担当で見解が変わったりするんですよね。だから、どこどこの支店の誰々っていう担当は、そういう人に寛容だみたいな情報があったりするんですよね。で、僕は、なんとかね、口座を作ることができて、仕事できるようになったんですけど、ビューシネマっていうね、イギリスでも結構支店がたくさんある映画館ですよね。そこに勤め始めるんですけど、結構ね、僕もう30過ぎてたんで、当時バイトしてた子たちはやっぱ学生とか20代前半とかの子が多くて、勤務態度がね、僕の方がはるかに良かったんですよね。真面目だったんで。それで、遅刻しないとかね、そういうのがちゃんとできてたんで、なんかその映画のでっかいプレミアの、イベントとかがあると、各支店から優秀なスタッフかき集めて、会場の担当するみたいなのがあったりするんですけど、それでスター・ウォーズとかアベンジャーズの映画の現場担当したことがありましたね。キャストたちも見ましたよ、生で。スカーレット・ヨハンソンは非常に小柄な人だなって覚えてますけどね。そんなことで映画館で勤めてたんですけど、仕事にも慣れた頃に、なんか他のことやってみたいなと思うようになって、それでミートアップっていうね、コミュニティサイトがあるんですけど、そこのオーガナイザーをやってみようっていうことでやるんですよね。で、内容が英語を勉強したい日本人と日本語を勉強したいイギリス人、イギリス人に限らずですけど、ロンドンの人たちをつなげるサークルを作ろうとか、あと、僕は音楽業界の時に担当してたディル・アングレイっていうアーティストがいるんですけど、このディル・アングレイの
ロンドンでライブやるってなったんで、ライブまで、盛り上げる意味でこうロンドンのディラン・グレイファン集まれみたいなサークル作って、そこでオーガナイザーやってたんですよね。でその時にそのサークルに参加してくれたのが今の妻だったんですよね。で妻は当時大学生で、夏休みになって、夏休みのアルバイトでイギリスに来たと。リトアニアでアルバイトするよりイギリス来てアルバイトした方がなんか稼ぎが良かったっぽくて、でそのタイミングで彼女もこう日本ね、日本語専攻してましたから、大学では、日本の文化にすごい興味がある人だったんですけど、ディラン・グレイっていうね、もう僕らの世代の人は結構名前聞いたことあると思うんですけど、若い人知らないかもしれないですけど、海外でめっちゃ人気なんですよね。で、もちろんイギリスでも人気だし、リトアニアにも知ってる人がいたってことですよね。でそれでそのサークルに参加してくれて、意気投合していったってことなんですよね。それが最初の出会いのきっかけですね。そして、当時はリトアニアバルト三国でしょぐらいの感じで、バルト三国っつったらエストニアとラトビアって残りの2つはなんかちょっと曖昧で出てこないぐらいの感じだったんですけど、本当にたまたま出会った人がリトアニアの人だったっていう、それだけですよね。今回はちょっとこのぐらいにしてですね、今度はカウナスの街ブラが続きますんで、そこで、それ以降のお話もまたしていきたいと思います。今回はここまでになります。ではまた、イッキー。